このチャンネルでは1970年代末から80年代前半のポストパンクと呼ばれるジャンルの音楽を取り上げることが多いのですが、自分が洋楽に興味を持った1980年代中頃、ポストパンク、当時はそういった言葉は知らなくて、もっと大きな括りでニューウェーブと言っていたんですけど、そんなイギリスのニューウェーブの中のサブジャンルであるネオサイケを代表するバンドとして、ちょっと別格というかカリスマ的な人気を誇っていたと記憶しているのがエコー&ザ・バニーメンです。今回はその結成からファンの間で評価の高いファーストから4枚目のアルバムまでを中心に語っていこうと思います。エコー&ザ・バニーメンは1978年イギリスのリバプールで結成されていますが、まずは当時のリバプールのシーンについて少し触れます。1970年代後半のイギリスではパンクロックがブームとなり、ライブシーンが活気づいていきます。そんな中でクルーシャル3というバンドが1977年5月リバプールで結成されます。メンバーは後にエコー&ザ・バニーメンを結成するイアン・マッカロック、ティアドロップ・エクスプローズを結成するジュリアン・コープ、ワーを結成するピート・ワイリー、後に有名になるメンバーによる伝説のバンドみたいに言われますが、実際に活動した期間は1ヶ月か2ヶ月で、ライブも1回行っただけでした。クルーシャル3解散後にジュリアン・コープとピート・ワイリーはノバモブというバンドを結成し、それもすぐに解散。ちなみに当時のリバプールのパンクシーンで突出した存在だったのがビッグインジャパンというバンドで、その中心人物ビル・ドラモンドは後にズーレコードというインディーレーベルを設立し、エコー&ザ・バニーメンやティアドロップ・エクスプローズのシングルをリリース。ファーストアルバムのプロデューサーも務めています。また80年代後半にはザ・ KLF というユニットで活躍した人物でもありました。ビッグインジャパンにはフランキー・ゴーストゥ・ハリウッドのホリー・ジョンソンや、後にスージー&ザ・バンシーズに加入するバッジーも在籍していました。ちなみにバッジーはジュリアン・コープとピート・ワイリーのノバモブにも在籍したようです。この辺り調べてみると、いろいろな人物、バンド名が入り乱れていて、要するに当時のリバプールのパンクシーンは短い期間でバンドの結成解散が繰り返され、メンバーも顔見知り同士で入れ替わり立ち替わりみたいな状況だったようです。そしてイギリスの他の地域に比べてパンク、ポストパンクの初期の時期に全国区になるようなバンドは生まれず、79年から80年のティアドロップ・エクスプローズとエコー&ザ・バニーメンのブレイクをして、やっとリバプールが注目されるようになったようです。そんな中、1978年7月、ジュリアン・コープとイアン・マッカロックでア・シャロー・マッドネスというバンドを結成。これは彼らが組んだ4番目のバンドだそうです。しかし78年9月にイアン・マッカロックは脱退し、残ったメンバーで結成したのがザ・ティアドロップ・エクスプローズということになります。そして1978年10月にイアン・マッカロックはギターのウィル・サージェント、ベースのレス・パティンソンとエコー&ザ・バニーメンを結成します。当初はドラムのメンバーがおらず、ドラムマシンを使用していたことはよく知られているところです。で、そのドラムマシンのニックネームがエコーで、それがバンド名の由来となっているというのが定説となって定着していますが、ウィル・サージェントはそれを否定しているようです。彼曰くエコー&ザ・バニーメンというのは冗談交じりでたくさん挙げたバンド名候補の一つで、特に深い意味はなかったそうで、後にうちのバンドでプロなのはドラムマシンだけだからエコーとバニーメンみたいな冗談を言っていたら、それをマスコミが真に受けて定着してしまったということらしいです。ちなみに彼らが使っていたドラムマシンはコルグのミニポップスジュニアだそうで、後にローランドの TR66 も使用していたようです。なので時々エコー社のドラムマシンを使用していたとの記述が見られますが、それは間違いということになりますね。ウィル・サージェントがドラムマシンを購入したのはニューヨークパンクのスーサイドやブライアン・イーノの70年代のソロ作品からの影響、または
ベルベットアンダーグラウンドのモーリーン・タッカーのようなミニマルなドラムパターンの効果を期待してのことだったそうです。1979年5月にズーレコードよりシングル Pictures on My Wall をリリース。その後メジャーのワーナーミュージックグループ傘下のコロバに移籍。そして79年終わりまでにドラムのピート・デ・フレイタスが加入します。そして1980年7月にファーストアルバムクロコダイルズをリリース。1曲目 Going Up のフェードインしてくるイントロから期待感が高まります。イアン・マッカロックの歌声は当時まだ20歳やそこらだと思うのですが、それに似つかわしくない渋みすら感じるものです。ギターのキレのいいバッキングとタイトで引き締まったリズム体、そしてイントロや後半で聞こえる深いリバーブサウンド、それこそエコーが深くかかったギターサウンドは幻想的な感じでネオサイケデリアと言われるゆえんを感じさせます。ちなみに自分の持っている LP、CD とも2曲目に Do It Clean、9曲目に Read It in Books が収録されていて全12曲なのですが、これはアメリカ版の仕様でイギリス本国版はこの2曲がなく全10曲ということになっています。アルバム全体を通じて3分足らずの曲が多く、荒削りでガレージロック的な面が目立ちます。そんな中、タイトル曲クロコダイルズの疾走感、デビューシングルの再録音となったPictures on My Wall の冷たく陰鬱な感じが特に印象的です。またセカンドシングルとなったレスキューはミディアムテンポで、イントロのギターリフやサビのメロディーなどキャッチーさがあって人気の高い曲ですね。ラストのハッピーデスマンは混沌としていて、アルバム中最もサイケデリックに感じます。後のアルバムと比べてしまうと荒削りで単調にも聞こえてしまうのですが、無駄をそぎ落としつつも印象的なフレーズサウンドによる切れ味の鋭い演奏、ドアーズのジム・モリソンを彷彿とさせると言われたイアン・マッカロックの歌いっぷり、そしてポストパンク系でありながらキャッチーさも兼ね備えているところなど、そしてまたこのジャケットの森の中に佇むメンバーの雰囲気も含め、デビューアルバムにしてただものではない感じがビンビン伝わってきます。実際近い時期にデビューしたポストパンク系のバンドとして U2 やザ・キュアがいるのですが、ファーストアルバムで比較するとエコバニは頭一つ抜きん出ていると個人的には思います。またこれもほぼ同時期のジョイ・ディビジョンのピーター・フックはエコー&ザ・バニーメンはライバルだったと語っていて、ポストパンクというジャンル内でエコバニの存在感が非常に大きかったことがわかると思います。しかし現在では今名前を挙げたバンドに比べエコバニってあまり評価が高くないというか、後追い世代にはあまり聞かれていない印象ありますね。自分もリアルタイム世代とは微妙に言えないのですが、でも80年代中頃の彼らの評価を覚えているので、現状思うとあれなんでなんだろうって感じちゃいます。続いて1981年5月にセカンドアルバム Heaven Up Here をリリース。これはこのチャンネルを始めてかなり最初の頃に紹介したアルバムで、個人的にエコー&ザ・バニーメンで一番好きなアルバムです。1曲目勝負ストレングスの怪しく不穏な感じのイントロから薄暗い世界に引き込まれるようです。そしてサビで視界がパーッと広がるようなダイナミクスを感じる演奏、そこからラストの暗闇に沈んでいくような終わり方、暗くドラマチックなこの曲の展開に自分は心をギュッとつかまれましたね。2曲目 With a Hip はファンキーさのあるノリの良い曲ですが、緊張感と暗さは1曲目を引き継いでいるようで非常にヒリヒリとした感触です。3曲目 Over the Wall はリズムマシーンのビートから始まり、 Over the Wall というサビで世界が開けるようなとてもダイナミックな曲です。ここで暗さ閉塞感を超えて上昇していくんだというような強い意志みたいなものが感じられ、グッとくるものがあるんですよね。他の方が書いたこのアルバムのレビューを読むと、特にこの冒頭3曲が素晴らしいと書かれていることが多く、自分もそれに同意できるんですけど、いやでも後の曲も全体的に素晴らしいんだよなと個人的には思っちゃいます。
4曲目 It Was Pleasure は With a Hip 以上にファンキーな曲です。5曲目 Promise はこのアルバムからの唯一のシングルカット曲で、陰鬱で緊張感あふれるこのアルバムの中で箸休め的な明るさを感じる曲です。この浮遊感と光があふれる感じは次のアルバムにつながっているようにも思いますね。6曲目アナログで言うと B 面1曲目はタイトル曲 Heaven Up Here。 アルバム中最もパンキッシュで荒々しい曲で、ボーカルもギターも調子っ外れと思えるくらいはちゃめちゃな感じの演奏です。個人的にはこのガチャガチャした感じがかなり好きです。7曲目 The Disease は実験的で陰鬱な短い曲です。8曲目 All My Colors はフロアタムをメインにしたドラムパターンが印象的なスローな曲。こうしたリズムはジョイ・デビジョンやスージー&ザ・バンシーズ、またはバウハウスといったゴシック系のバンドが当時多用していたように思います。エコバニのこの曲はそれらのバンドが醸し出す冷たさや暗さよりも叙情性とか哀愁みたいなものを強く感じますね。エコバニのダークな面を代表する曲だと思います。9曲目 No Dark Sing は前の曲の暗さから徐々に光が差して明るくなっていくような印象の曲。タイトルは直訳すると暗闇のようなものはもういらないといったところでしょうか。ラストに向けスピードアップしつつ、その歌詞を繰り返すところがすごく好きです。10曲目ターコイズデイズはリズムマシーンのビートを使った淡々としていながら緊張感のある曲ですね。11曲目ラストは All I Want。 ミュートしたギターとタムの連打による独特なビートがフェードインしてきてからのサビでの突っかかるようなリズムはいかにもポストパンクって感じがします。そしてこの曲のサウンドから受けるイメージは夜が明けて太陽が昇ってくるような、光が差し込んでくるような印象を自分は感じます。Heaven Up Here はファーストアルバムよりも曲作りから演奏、録音の仕方までかなりの進化が感じられます。特に演奏の強弱のつけ方でドラマチックに感じさせる曲が多いように思います。また自分の動画で何とか紹介しているポストパンクジェネレーションという本の中で著者サイモン・レイノルズは Heaven Up Here はジョイ・デビジョンのラストアルバムクローサーへの返答という側面があったと書いています。ボーカルイアン・カーティスが自死を選ぶ直前に録音された作品。そこで歌われた悩み、絶望、それらを共有しながらも闇や死にとらわれず、なんとか希望を持てる方向に進んでいこうとする意識がこのアルバムにはある。悩める若者たちからカリスマ的支持を集めていたジョイ・ディビジョンを失ったリスナーの多くをエコバニの Heaven Up Here は拾い救ったとサイモン・レイノルズはそんな風に書いています。そしてこの Heaven Up Here はイギリスの音楽誌 NME で1981年の最優秀アルバムに選出され、非常に高い評価を受けました。あとまたジャケットなんですけど、個人的に自分の知っている全てのアルバムジャケットのうち5本の指に入るくらい好きなジャケットです。この写真は南ウェールズの浜辺で太陽が沈む前の時間帯に撮られたそうです。4人のメンバーのシルエットとカモメの群れ、この広く美しい、しかし寒々しく厳しくもある世界を前に立ち尽くしている若者みたいなイメージが中の音楽の内容にぴったりマッチしているように感じられ、また色味とかが単純に美しいなと思えて本当に好きなジャケットです。翌1982年5月にシングル The Back of Love をリリース。サードアルバムのレコーディングに入りますが、制作は難航したようです。一旦完成したアルバムをレコード会社から商業的ではないと却下され、再録音することになり、制作は長期化。その間にバンド内の人間関係も悪化してしまったようです。しかしオリジナルバージョンを青写真とし再録音することでより完成度の高い作品に仕上がったようです。サードアルバムポーキュパインは
1983年2月にリリース。1曲目ザ・カッターは先行シングルとして83年1月にリリース。インド音楽風のストリングスが60年代のサイケポップ的で非常にカラフルでポップな印象です。この曲はイギリスのシングルチャートで8位を記録していて、多分エコバに最大のヒット曲だと思われます。2曲目も82年のシングルザ・バック・オブ・ラブ。こちらもストリングスがダビングされており、ポップでカラフルな曲です。ザ・カッターよりもアグレッシブな印象を受けますね。ドラムがめっちゃかっこいいです。3曲目マイ・ホワイト・デビルは重ねられたギターやマリンバの音色がジャケットの雪山のような明るくも冷たく、そしてどこか幻想的なイメージを連想させるようです。4曲目クレイも前の曲のイメージを受け継ぐように冷たくも幻想的なサウンド、そして疾走感のある曲ですね。白い景色がわーっと広がっていくようです。5曲目はタイトル曲のポーキュパイン。民族音楽的エスニックな曲調ですが、やはりこの曲も冷たい冷気のようなものを感じます。こういったイメージはもともとのコンセプトとしてあったのでしょうか。それともジャケットのイメージに引っ張られているだけなのでしょうかね。自分はこのアルバムの多くの曲が雪山の寒さの中で見る幻想のように思えます。6曲目 Heads Will Roll。 一連のシングル曲と同系統のアジア的ストリングスの絡むアップテンポでポップなナンバーです。7曲目 Ripeness。 これはセカンドの With a Hip にも通じるファンキーな曲プラスカラフルでエスニックな要素も感じられます。8曲目 Higher Hell。 アルバムで一番陰鬱な印象を受ける曲です。こういったダークサイケって感じの曲をこれ以降はやってない印象ですね。9曲目 Gods Will Be Gods。 アップテンポで疾走感のある曲。シンセの音もギターのカッティングも粉雪が舞う中を疾走するような印象。冷気をはらんだネオサイケサウンドの最高峰って感じがします。個人的にこのアルバムの中で一番好きな曲ですね。10曲目ラストは In Bluer Skies。 これもマリンバやキラキラとしたパーカッションか何かの音が冷たい印象ですが、波の音が SE で入ってきて雪山から降りて海までやってきたっていう感じで終わります。このアルバム個人的に前作 Heaven Up Here に勝るとも劣らない名盤だと思っています。ここで重ねられたギターやストリングス、シンセサイザーやその他の楽器が非常にクリアで鋭く美しい音で録音されていて、それが幻想的でサイケデリックな印象を生んでいます。もともとの60年代のサイケは熱気をはらんだドロドロと熱い感じのものが多い印象ですが、エコバニがここで演奏している曲は冷気をはらんでいるように感じます。この冷たいサイケデリックサウンドがネオサイケと呼ばれたバンドたちの新しい部分だったのではないかと自分は思うのですが、どうでしょう。で、個人的に Heaven Up Here が一番好きでポーキュパインが2番目な理由は、サウンドの完成度はポーキュパインの方が上なんですが、曲のエモーショナルさやドラマチックさはHeaven Up Here の方が上かなと心の奥まで届く感じがするんですよね。しかし僅差でどちらも大好きなアルバムです。ポーキュパインはリリースされるとイギリスのアルバムチャート2位を記録し、これまで以上に大きな商業的成功を収めます。1983年7月にはアルバム未収録のシングル Never Stop をリリース。その後次のアルバム用の曲が作られ、1984年1月に彼らの代表曲とも言われるシングル The Killing Moon をリリース。イギリスのシングルチャート9位を記録するヒットになります。84年4月にシングルシルバーをリリースした後、5月に4枚目のアルバムオーシャンレインをリリースします。1曲目先行シングルとなったシルバーは軽快でポップな楽曲にストリングスセクションが大胆にフィーチャーされています。それはこの曲に限ったことではなく、アルバム全体で
35人編成のオーケストラが参加しています。2曲目ノクターナルミーは前の曲以上にオーケストラのサウンドが前面に出ているクラシカルな曲、マイナー調の哀愁を感じるメロディーが美しいです。3曲目クリスタルデイズ、1曲目と同系統のポップな曲です。タイトル通りキラキラと光の粒が輝くようなサウンドです。4曲目ザ・ヨーヨーマン、こちらもアコースティックなバンドサウンドにストリングスが絡みます。ちょっとひねくれたポップソングといった感じです。5曲目ソーン・オブ・クラウンはどこか中東風に聞こえるギターリフの出だしからサビのところで爆発するような演奏、個人的にはボーカル・バンドの演奏ともドアーズからの影響が強く感じます。静かな部分と激しい演奏を繰り返すアルバムで最もスリリングな曲です。6曲目アナログで言うと B 面1曲目になるのはヒットシングルとなったザ・キリング・ムーンです。印象的なイントロのギターリフからアコースティックで哀愁を感じる A メロ、そしてサビで柔らかな光に包まれるような感覚、全体がほの暗くとても美しい曲です。この曲はポストパンクで最も美しい曲と言われたり、エコバニの代表曲に挙げられることが多いですね。個人的にもちょっとミーハー的ではありますが、エコバニで一番好きな曲はと言われるとこの曲を挙げます。初めて聴いた時から古めかしくも聞こえるのにとても新鮮な不思議な感覚にとらわれたのを覚えています。その感覚はどんなに時間が経っても変わらない、そんな気がします。7曲目セブンシーズ、これも後にシングルカットされたポップな曲です。エコバニの中でも特に可愛らしい感じのポップソングだと思います。8曲目マイキングダム、こちらもアコースティックでポップな感じの曲です。エコバニらしい緩急のつけ方でダイナミズムを感じる曲ですね。何気にギターソロもかっこいいです。9曲目ラストはタイトル曲オーシャンレイン、クラシカルで美しいバラードです。ストリングスが大海原を連想させる壮大な印象の曲ですね。このアルバムは全体にメロディアスでアコースティックな曲が多く、メロディーの良さ、楽曲の美しさで言ったらエコバニのアルバムの中でも群を抜いていると思います。で、このアルバムを最高傑作に挙げる方も多くいらっしゃいます。しかし個人的にはこのアルバム、ロックバンドの作品というよりはシンガーイアン・マッカロックとバックバンドの作品というふうに聞こえてしまって、そこが残念に思ってしまう点です。自分としてはバンドの作品という感じがするヘブンアップヒアやポーキュパインの方が好きなんですよね。しかしザ・キリング・ムーンという超名曲も収録されているし、素晴らしいアルバムであることには変わりないです。エコバニの最初の4枚のアルバム、どれを最高傑作に挙げるかは人それぞれの好みによるところがあって、客観的に見ればこの4枚は甲をつけがたい作品だと思います。オーシャンレインはリリースされるとイギリスのアルバムチャート4位にまで達し、前作に続きヒット作となります。しかしメンバー、特にイアン・マッカロックはこの作品に絶対的な自信を持っており、それが前作以上の成績を残せなかったことに落胆したといいます。その後バンドの活動は停滞していき、1985年10月にシングルBring on the Dancing Horses をリリースしますが、シングルチャート21位というまあまあな成績。個人的にはかなり好きな曲ですけどね。85年11月にベスト版をリリースした後、ドラムのピート・デフレイタスが脱退してしまいます。バンドは新たなドラマーを加えツアーを続けますが、1986年後半にピート・デフレイタスが復帰し、5枚目のアルバムをレコーディングします。それが1987年にリリースされたセルフタイトル作エコー&ザ・バニーメンなんですけど、実は自分はこれをリアルタイムで買って聴いています。自分は中1、1985年頃から洋楽に興味を持ち始めたんですけど、自分よりちょっと先輩の人たちが
エコー&ザ・バニーメンというのはすごいバンドだって言ってるのを耳にして興味を持ったんですね。でちょうど1985、86年がエコバニの活動が停滞していた時期で、1987年になってニューアルバムが出るというので期待して聴いてみたんですね。それがその時聴いてみて全然ピンとこなくって、これ買って失敗したかもって思っちゃったんですよね。このアルバムはポップで聴きやすい作品で、本国ではまあまあですが、アメリカではそれまで以上にヒットしたらしいんですけど、以前からのファンの間ではあまり評価は高くない作品です。ことさらもっとロック的なサウンドを期待していた中学生の自分には肩透かしを食らったような地味な作品に聞こえました。時間が経って聞き直してみるとそこまで悪い作品とも思わないですけど、それ以前の作品と比べちゃうとちょっとねって感じです。そこからしばらく自分にとってエコバニはあんまり好きじゃないバンドだったんですが、数年後 FM ラジオで1982年か83年頃のエコバニのライブが放送されていて、それをたまたま聞いたんですね。それでかっこいいってなって過去のアルバムを聴いてみることにしたんです。それが多分1990年だったんじゃないかなと思います。そこでこのファースト、セカンドの CD を買ってハマったんですけど、ちょうど近い時期にエコバニの新作が出たというので買ったのがこの6枚目のアルバムリバーブレーションです。これがファンの間ではもうないものにされているくらい全く評価されてない作品です。というのも前作をリリースした1年後1988年にボーカルのイアン・マッカロックが脱退、1989年にはドラムのピート・デ・フレイタスがオートバイ事故で亡くなってしまいます。メンバー2人を欠きつつもギターのウィル・サージェントはバンドを継続することを決め、メンバーを補充して作られたのがこのリバーブレーションでした。しかしファンの間ではイアン・マッカロックがいないエコバニなんてもってのほか到底受け入れられたものではないといった感じだったのでしょう。当時から現在まで全く評価されていない作品ですね。しかし当時の自分はエコバニに対して思い入れがそこまでなかった時期なので、そんなに悪くない結構好きなアルバムだなと思って聴いていました。サイケデリックな感じが以前より増してすごく好みのサウンドなんですよね。でもさすがに現在ではイアン・マッカロックがいてこそのエコー&ザ・バニーメンだなという気持ちがよく理解できるので、せめてバンド名を変えて出せばよかったのにとは思います。そうすればそれなりに評価されたんじゃないですかね。今改めて聞いてみると4枚目までの全盛期のエコバニのサウンドを踏襲して再現しようと試みている感じと、最新のサウンドに対応しようとする努力が見て取れます。自分はそういう部分も含めてこの作品嫌いにはなれないですね。しかしとにかく当時からこの時期のエコバニは不評で、1993年にはついに解散してしまいます。一方ソロ活動を始めたイアン・マッカロックでしたが、順風満帆とはいかず活動は徐々に停滞していきます。そして1994年エコバニを解散したウィル・サージェントと復縁し、エレクトラ・フィクションというユニットを結成します。その活動から発展し S・パティソンも加わり、1997年にエコー&ザ・バニーメン再結成という流れになります。再結成後のエコバニを自分は全く聞いていないんですけど、 YouTube でライブ映像とか見てみると結構かっこいいんで、近いうちに聞いてみたいなと思っています。さて、エコー&ザ・バニーメンの結成から全盛期のアルバムを中心に語ってきました。この1980年から1984年頃のエコバニはイギリスのギターバンドの中でも突出した存在感を放っていたように思います。ファーストアルバムのクロコダイルス、セカンドのヘブンアップヒア、サードポーキュパイン、フォースオーシャンレイン、この4枚は個人的には今でも特別な輝きを持っていると感じます。しかし90年代以降過去のもの、
忘れられた存在みたいになってしまったのはなんでなのでしょうかね。1980年代後半からのグダグダした活動の印象が尾を引いているんでしょうか。自分はもしかしたらエコバニ的なサウンドは普通のものになっちゃって、後追い世代にはその凄さがいまいち伝わらないんじゃないかみたいなことを考えています。80年代前半からエコバニと似た音のバンドがウゴのタケノコのようにたくさん出てきて、それらがネオサイケというジャンルを形成していった、そのあたりのバンドの特集の動画を近いうちに作りたいと思っているのですが、しかし日本で当時言われたネオサイケと海外でいうネオサイケデリアというのは若干ニュアンスが違うようで、調べてみると日本でネオサイケ、特に叙情派ネオサイケとか言われていたのがどのあたりなのか、別の言われ方をしてたり、自分の記憶も曖昧になっていて、ちょっと動画作り難航するかもしれませんけど、気長に待っていてくだされば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。